ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、開催が迫っているサマーフェスティバルの戦略について、お話をしようと思います。ちなみに、2022年度のサマーフェスティバルは6月24日、金曜日、から始まると、カーク信者は予想しています。なんだ、予想かよ？さて、話の本題に入る前に、まず最初は、カーク信者の備蓄資源をご覧になってください。こちらは、メールで受け取ったエナジーの備蓄状況になります。ご覧のように、5月18日からコツコツとメールで受け取ったエナジーを備蓄した結果、本日の時点で2900エナジーを備蓄することができました。サマーフェスティバルが開催されるからエナジーを備蓄するのではなく、常日頃から、メールで受け取ったエナジーはすべて備蓄する癖をつけた方が良いでしょう。なぜならば、サマーフェスティバルの後にエレメンタルシナジーが開催されるので、メール形式で備蓄しているエナジーはその際にも役立つからです。カーク信者は1ヶ月間で2900エナジーをメールで貯めることができましたが、これを1年間に換算すると、約3万6000エナジーをメール形式で備蓄できるということです。いろいろな機会に受け取るエナジーボトルもすべて備蓄するようにすれば、年間で3回しか開催されない大型イベントのサマーフェスティバル、ハロウィーンイベント、冬祭りイベント開催時に、無課金でエナジー関連のイベントタスクを完全制覇できるようになります。もし、エナジー関連の資源を受け取った日にすべて使用している人は、それらすべてを備蓄するようにした方が良いでしょう。次にご覧になっていただくのは、約1ヶ月間ほど備蓄したプラチナの箱になります。毎日3箱支給されているプラチナの箱は、約 4% の確率で、250エナジーが当選するようになっています。ただし、プラチナの箱の備蓄戦略には、数量を指定してプラチナの箱を開封できないという弱点があるのです。さて、ここからが本日のお話の本題になります。サマーフェスティバルがスタートすると、いつもと違うゲーム画面から、ただならぬオーラを誰しもが感じ取るはずです。そして、ほとんどのゲームユーザーは、備蓄していたプラチナの箱を、サマーフェスティバルの初日に開封してしまいます。先ほども述べたように、プラチナの箱を開封すると、その中からエナジーをもらえますが、運がいいとプラチナの箱の開封だけで、数千エナジーを受け取ることもあります。プラチナの箱経由で受け取ったエナジーはすぐに使用しないといけないので、それをすぐに使用するしかありません。この行動をギルドメイトの全員がサマーフェスティバルの初日に行ってしまうと、この画面の左上に表示しているような状態になってしまうのです。ゴールドリーグのギルドの場合だと、常日頃からギルド活動ポイントを毎日6万5000ポイント獲得していますが、シルバーリーグ以下のギルドの場合だと、3万ポイント程度しか獲得していないはずです。そのような中堅ギルドでも、サマーフェスティバルの初日だけは、何の考えもなしにギルドメイトの全員が備蓄資源を放出してしまい、1日のギルド活動ポイントが9万ポイントを超えてしまったりするのです。サマーフェスティバルが始まると、調子に乗って備蓄していた資源を一気に使ってしまい、1日に必要なギルド活動ポイントの上限を無駄に超えてしまうんだよね。以上のことを踏まえて、ギルドで資源の備蓄に励んでいるギルドメイトが多い場合は、全員がサマーフェスティバルの初日にプラチナの箱を開封しないように、告知された方が良いと思います。いちいちギルドメイトに告知するのは面倒だから、この動画の URL をギルドチャットに貼り付けた方が楽だよ。さりげなくこの動画の宣伝をギルドメイトにするんですね。運営さんから500エナジーの配布のあった日は、ギルド活動ポイントの数値が異常に伸びますが、サマーフェスティバルの初日は、それが途方もない数値になるのです。いずれにしても、サマーフェスティバルの初日にギルド全体で不必要なギルド活動ポイントを獲得しないように、ギルドメイト全員で話し合いをされた方が良いでしょう。ギルド活動ポイントが6万5000を超えても、何のメリットもありません。
それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。